こんにちは。今回はこちらの、玉編みのベレー帽をご紹介します。丸っこい厚みのあるベレー帽に仕上がっています。サイズはこの図回りが53センチでレディースの M サイズに編みました。深さが、10センチぐらいあるのですっぽりかぶれます。ここの直径はだいたい26センチぐらいになります。すごくモヘアで暖かくて柔らかくてふわふわした仕上がりになっています。こちらの糸は2玉と少し使用しました。模様編みをここまで編んで細編みを3段編んだんですけど、ここの模様編みでちょうど2玉終わる形になって、この細編み3段分だけ足して編みました。なので、このベレー帽は深さも結構あるので、増減のないところの段を1段減らして、その分をこの細編みの3段に使うこともできると思います。そうすれば2玉で完成すると思います。では、糸からご紹介していきます。こちらのダイソーさんのミストヤーンを編んでいきたいと思います。色はフローズンブルーというこのような段染めのモヘアの糸になります。35g で材質はポリエステル 100%、糸長は140メートル。こちらの糸を2本引き揃えて編んでいこうと思います。かぎ針は 5mm の8号針を使用しようと思います。あとマーカーと糸切りばさみととじ針、こちらを用意してください。中から糸端を出してください。はい、2本持ったらまた輪の作り目から編んでいきます。二重に巻いて、輪を持ってこの輪の中に針を入れて糸を引き出します。そしたら1目立ち上がりの鎖を編みます。そしたら細編みを6目編んでください。1、2、3、4、5、6目。はい、そしたら、この糸端を引っ張って動いた輪の方から糸をこのように引っ張って輪を絞ります。ちょっとモヘアなので絞りづらいんですけど、こんな感じで引っ張ってで12345 6、はい、ここの最初の
目に戻って糸を引き抜きます。はい、これで1段できました。2段目立ち上がり鎖2目編んで、こちらの立ち上がりの鎖目は、今回は、1目の中に入れます。目数に数えます。鎖2目編んで鎖を1目編みます。なので鎖目を3目編みます。そしたら、最初の目、すぐではなくて次の目12345 6目あったと思うんですけど、この最初の目じゃなくて次の2目目に針を入れて中長編みを編みます。はい、でまた鎖1目編んで隣の目、最初から123目目に針を入れて中長編み、また鎖1目編んで隣の目に中長編み、鎖1目編んで中長編みで鎖1目編んで、これが最後かな、中長編み。はい、これでちょっと糸端が長くなった。12345 6、この立ち上がりも含めて、6目中長編みを編みました。そしたら最後鎖を1目編んで、この立ち上がりの2目目にこの、鎖になってる部分の片方と、裏山をこのように2本拾う感じで針を入れて糸を引き抜きます。はい、これで2段目ができました。3段目から玉編みを編んでいくんですけど、この鎖の部分に玉編みを編んでいきます。なので、この立ち上がり2目目に糸を引き抜いたんですけど、2段目の最後、そしたら、この鎖のところに側に針を入れて1回ここで糸を引き抜きます。そして、玉編みを編んでいくんですけど、立ち上がりの目は、1目だけちょっと大きめにこのように、編んで、そしてここの今引き抜いたところのこの半目手前のところに針を入れて、中長の玉編みを編んでいきます。ここのところはこの最初の立ち上がりの鎖を、1目分と数えるので、今中長の未完成を1つ編んで、もう一回同じところに針を入れて中長の未完成を、これで12345本針にかかっている形ですけど、これで糸を引き抜きます。それで、鎖を1目編みます。この時に、玉編みの目がわからなく
最後に引き抜くところがわからなくなるので、玉編みの編み終えたところの目、今鎖を1目編んだので1つ手前のこのところにマーカーをしておきます。で鎖を編んで、今度はここに側に針を、鎖のところに側に針を入れて、中長編み3目の玉編みを編みます。2、3目。これで1、2、3、4、5、6、7本かかってます。で一気に引き抜きます。ここは、玉編み3目で、最初のところの立ち上がりのところだけ玉編み2目で、ここの立ち上がりの鎖を入れて3目という形にします。でまた鎖を編んで、この前段の鎖のところに側に針を入れて、中長の未完成を3回編んで最後に引き抜きます。はい、鎖をまた1目入れて、今同じところに側に針を入れて中長3目の玉編みを編みます。これを繰り返していきます。鎖を入れて、今度は次のこの穴のところに針を入れて中長3目の玉編み。はい、そしたら、鎖を編んでもう一回同じところに針を入れて中長3目の玉編み。鎖を入れて今度隣の目にで鎖1目中長3目2、3目の玉編み、鎖中長3目、鎖中長3目、鎖、ここにもありますので忘れずに中長3目、鎖中長3目、はい、これで最後玉編みが最後です。そしたら最後1目鎖を編んで、でこのマーカーのところに糸を引き抜きます。はい、これで3段目が編み終えました。4段目も同じようにこの最初の、玉編みのこの V のここの穴に針を入れて最初糸を引き抜きます。ここあまり、狭く絞っちゃうと針入れづらくなるので注意してください。
そしたら少し糸を引き出して鎖を1目編みます。これで玉編みをこの今引き抜いたところに針を入れて、ここの穴に、入れて中長を未完成中長の未完成を2目編みます。それで糸を引き抜いて、これで立ち上がりの玉編みができました。そしたらここの、頭にマーカーをつけておきます。この段は1目おきに増し目をしていきます。鎖を普通に、これはここで、終わって鎖を1目編んで、次が増し目になります。ここの V の次の穴に針を入れて、ここで玉編み3目中長編み3目の玉編みを1個編んで、鎖を編んで、もう一回同じ目というかこの穴に入れて中長3目の玉編み、これで目が増えました。そしたら鎖を1目編んで、次の目は次のこの穴のところは普通に玉編みを1つだけ編み入れます。1、2、3目未完成を編んで糸を引き抜いて鎖を編みます。そしたら、同じところじゃなくて次のこの鎖の穴のところに針を入れて3目中長を編んで糸を引き抜いて鎖で、また同じところに、中長3目の玉編みを編んで鎖で、次は、増し目じゃなくて1回だけ玉編みです。中長3目の玉編みで鎖1目編んで、次のこの鎖の穴のところに針を入れて3目の中長編み、鎖1目編んで同じ目に中長編み3目の玉編み、こんな感じで、ここが立ち上がりの最初の玉編み1目で、次のところは2個玉編みが入ります。次は1個、次は2個、次は1個、次は2個という感じで、1目おきに玉編みを編んで、増し目をしていきます。ここ今2個玉編みが入ったので、次は1個、ね、編んでいってください。で、鎖を間に入れるのを忘れずに編んでいってください。最後は玉編みを編んで
鎖を編んでから糸を引き抜くのを忘れずに編んでください。はい、4段目の最後に来ました。玉編みを編んで鎖を1目編んだら、最初の目に糸を引き抜きます。はい、これで4段目が終わりました。で、ちょっと編んだんですけど、すいません、ここ、引き抜いたところの目に最初の、立ち上がり鎖1目編んでのこの玉編みを編んだここのちょっと下のところのこの線が気になるので、玉編みらしくなっていいかなって思ったんですけど、やっぱりこの線がちょっと気になるので編み方を変えて、最初のこの鎖の穴のところに糸を引き抜くまでは同じにするんですけど、ここで、糸を引いて鎖を1目編んだら、ここにさっき引き抜いたところに針を入れていたので、このような線が入ってしまうので、やっぱりやめて、ここの今引き抜いたところと鎖1目この出したこの交差しているところの下のこの左のここのところに糸をさっき針に糸をかけてから、ここの交差しているところの下のここのところに針を入れて、穴に針を入れて、で糸を引き出します。で、もう一回未完成を同じここのところに針を入れて、糸を引き出します。これで最後いっぺんに引き抜いて、こういう感じの玉編みを編みたいと思います。この方がこちらよりここの部分の線が入らないと思うので、このように編んでいきたいと思います。でマーカーをつけて鎖を編んで、で次のこの穴のところに、中長編み3目の玉編みをまた1個編んで、鎖を編んで、次のところで増し目をします。この鎖のところに中長編みの3目中長編みの玉編みをここ鎖入れてからもう1個編み入れます。3、これで2個入りました。これで、2個おきに、増し目をしていきます。鎖1目編んで、ここは1個玉編み、鎖編んで、ここの目も1個、2、3、玉編み、鎖1目編んで、ここが2個編み入れます。鎖1目編んで、また同じ目に同じ穴に玉編み、はい、このように編んでいきます。2個、玉編みを編んだら増し目、
5段目48目、玉編みが24個編んできました。最後鎖を1目編んで、最初のこの玉編みの目のところに糸を引き抜いて、これで5段目終わります。ここの線は目立たなくこのようになったんですけど、ちょっとここが、気に入らないんですけど、この線よりはいいかなと思うので、このように編んでいきたいと思います。そしたら6段目はそのまま増し目なく、24個この、鎖の穴のところに1つずつ玉編みを編んでいきます。また最初ここの穴に糸を引き抜いてから、針をちょっと引っ張って鎖を大きめに編んで、針に糸をかけて、ここのところに針を入れて、このね交差している部分の下のこの左側手前の目を拾って、このようにこれ糸かけるの忘れがちなんですけど、忘れないように最初にかけてから、このように糸を引き出して、またここがめんどくさいんですけど、ここに通してからで、中長の未完成を2回編んで糸を引き抜きます。で鎖を1目編んで、ここだよね。で隣の目中長の3目編んで玉の穴のところに側に針を入れて1個ずつ玉編みを編んでいきます。さっきは、2個入れるところも、2個おきに、増し目をしたんですけど、6段目は1個ずつ編み入れていけばいいです。こんな感じで編んでいってください。7段目はまた3玉おきに、増し目していくんですけど、最初に、この穴のところに糸を引き抜いてから針に糸をかけ、大きなちょっと立ち上がり鎖1目を編んで、はい、そしたら鎖を1目編んで、ここで、増し目をします。玉編みを2個編み入れます。鎖1目編んで、また同じ目にこの鎖の穴のところに針を側に入れて、なんかすごいモヘアが太いところが出ましたけど、こんな感じで増し目します。そしたら
3玉おきに増し目をしていってください。1、2、3玉編み、ね、3個、1個ずつ玉編みを編んだら、4個目は玉編みの増し目、鎖を入れて、また同じところに針を入れて玉編み、これで増えました。繰り返し3つおきに増し目をしていってください。このように8段まで編んできたら、9段目からは図で説明したいと思います。こちらが段数になります。こちらが目数になります。はい、9段目は1、2、3、4玉、普通に1つずつ玉編みを編んでって、5玉目が増し目になります。2玉玉編みを編み入れます。1、2、3、4玉編んで5玉目に、増し目になります。そうすると72目になります。この玉数は36玉になります。で10段目は、5玉おきに1、2、3、4、5玉おきに増し目になっていきます。最初分3で、2玉分は、玉編みを編んでから増し目を編んで、その後は5玉おきに増し目、5玉編んで増し目という形で編んでいきます。で最後のところ、増し目をして、3玉分穴が残ってますので、3玉分はそれぞれ1つずつ玉編みを編んでいきます。最初に2玉編んでるので、最後3玉編む形で終わります。そうすると、84目、玉数でいうと、42玉できることになります。で11段目は増し目なく1玉ずつ編み入れていきます。で84目になります。12段目は、6玉おきに増し目になります。1、2、3、4、5、6玉編んで7玉目にこのように増し目を入れていきます。6玉編んで7玉目に増し目、そうすると、96目、48玉編んで終わります。そして、13段から15段は増し目なく、96目、48玉普通に、玉編みを、鎖と交互に編んでいきます。ではこの16段目から、また減目になりますので、ここからまた、編み方をご紹介していきます。はい、15段編んできました。そしたら16段目からは減目に入ります。16段目は6玉おきに減目していきます。
この前段の鎖のところにまた糸を引き抜いてから糸をかけて2目中長編みの未完成を編んで糸を引き抜きます。ここで印を入れて鎖を1目編みます。でこれ1玉で次の鎖のところに針を入れてこれで2玉目6玉編みました。そしたら次が減目になります。中長編みの未完成を2目編みます。そしたらまた次のこの鎖のところに側に針を入れて2目中長の未完成を編みます。2、4、6、8、9本、針にかかっていてこれを一気に引き抜きます。これで、減目になりました。で鎖を1目編んでまた次の、鎖のところから6玉編んで、7玉目を減目します。また、ここが減目したところなので12345玉編んできました。そしたら針に糸をかけて次のこの鎖のところに側に針を入れて中長の未完成を2回また針に糸をかけて次のここのところに針を入れて中長編みの未完成を2目編んだら一気に糸を引き抜きます。で鎖を編んでこれを繰り返していきます。はい、16段目の最後に来ました。中長編みの2目の玉編み、2目一度を編み終えて鎖を1目編んで、最初の目に糸を引き抜いてこれで16段目が終わります。17段目は5玉おきに減目していきます。はい、もう一回中長の未完成を編んで引き抜きます。でマーカーを入れといて鎖を編んで中長3目の玉編みを編んで、ここで最初は減目をします。
中長2目の2目一度で鎖を入れて、でここから、5玉おきに減目をしていきます。1玉、2玉、3玉、4玉、5玉。はい、先ほどの減目から12345玉編んで鎖入れてからここで減目をします。中長の2目未完成を2目編んで、また隣のこの鎖のところに未完成を2目編んで一気に引き抜きます。はい、このように繰り返し5玉おきに編んでいってください。17段目の最後に来ました。ここの、最初のところと、2番目のこの玉編みのところで玉編み2つ編んで減目をしたので、最後も減目をして玉編みを3つ編んで終わる形になります。3つと最初の2つで5つ玉編みになってるので、これで合っています。そしたら最後は、ここの、マーカーをした最初の、目のところに引き抜いていたんですけど、ここの、鎖、玉編みを編んで鎖1目編んだここに糸を引き抜いた方がいいと思います。あんまり変わらないかもしれないんですけど、この方が玉編み、この立ち上がりの鎖のところが一緒にこうまとまる感じになると思うので、ちょっと今頃であれなんですけど、ちょっと変更して編んでみてください。で、また18段目糸を引き抜いて、糸を引き出して鎖を大きく編んで糸をかけて、ここのこれは同じなんですけど、ここに針を入れてからこの鎖のところに針を入れて糸を引き出して、ここは変わらないんですけど、ここは相変わらずちょっと引き出しにくいんですけど、で、2目未完成の中長を編んで糸を引き抜きます。で、これで1玉できました。4玉おきに今度は減目するので、あと3玉。はい、3玉で鎖編んで1234玉編んだら減目、中長の未完成を2目ずつ編んで糸を引き抜きます。鎖、次からまた4玉普通に編んで、また減目という形で繰り返し編んでいきます。はい、18段目の最後に来ました。
弦目から1234玉編んで、また最後は弦目で終わって、で、鎖を1目編んで、最初のところに糸を引き抜きます。こちらが最初の目で、ここが鎖の部分ですので、ここのところに引き抜いて終わります。毛糸2玉で2本引き揃いで編んできたんですけど、片方がもうここで終わりになってます。あと3段ぐらいしか編まないんですけど、細編みで、糸を付け足して細編みで編んでいこうと思います。立ち上がり鎖1目編んで、最初の目からこのように細編みを毎目編み入れていきます。はい、細編み1段編んできました。最初の目に糸を引き抜いて、また立ち上がりから細編みを編んでいきます。最後、玉編みの模様のところを最後、鎖のところで糸を引き抜いたので、細編みの目が減って、細編みは多分58目になっていると思います。1目ぐらい誤差はいいと思います。あと2段細編みで編んでいきます。はい、細編み3段編んできました。そしたら、糸を引き出してとじ針に、つけて、最初の目にこのようにくぐらせて、最後の目のところに戻して、このように鎖にしてから後ろのところに縫い付けて、ちょっと戻る感じで縫い付けて、糸をカットします。はい、最初の中心の糸端も同じように裏側の編み地に、適当に縫い付けて糸をカットします。はい、重さは 77g。 編んでみてください。ありがとうございます。